ね、目に見えないものってもしかしたらあるのかもしれないとね、信じざるを得なくなるんですよ。はい。外から誰かがガサッて開けようとしてるんですよ。あいにくの天気でございますが、元ブログを回しております。皆さんどうぞよろしくお願いします。1ヶ月半ぶりでございます。こういう風にね、動画を回すのが。というのもですね、ちょっと引っ越しをしまして、バタバタしておりまして、もうバイクに乗る暇が全然なくて、乗りたくてしょうがなかったからね、今日ね、だから、こんな天気なんですけど、もうバイク乗ってます、実際にね。もうさっきまで雨でびしょびしょに濡れちゃって、もう、モチベーションが下がるどころか、おい、濡れてるぜ、オラーってね、ちょっと上がってしまいまして、もう、何でも来いっていう感じでございます。はい。ということでですね、1ヶ月半ぶりなんですよ、カメラ回すのが。なので、うまく喋れるかとても不安でございます。こうやってね、カメラ回して喋るとね、結構やっぱり緊張するっていうかね、うまく話ができるか分かりませんが、とりあえず回していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい。でですね、引っ越ししたんですよ。5年間過ごしたお部屋をですね、退去することになりました。まあ理由はね、また後ほどお話しするのですが、5年間過ごしてきた部屋と、いわゆる曰く付き物件というんですかね、不動産情報にはですね、曰く付きどうのこうのって情報公開されてないのですが、私が実際に経験したね、ちょっと怖い体験を、この真っ昼間からちょっと明るく楽しく喋っていこうと思います。そもそもですね、僕ですね、目に見えないものって信用してないんですよ。霊能者とかそういうのも、お前どうせ嘘だろって思ってるんです。はい。だって目に見えないもの、人の目に見えないものがあなただけの目に見えるんですかって言ったらちょっとなんかね、疑わしいって言っちゃう、疑わしいじゃないですか。だからそのお化けとかそういうのも信用してないんですよ、そもそも。ですが、十数年前にですね、天国へ行ってしまったひまわりちゃんというね、ワンちゃんがいまして、その子の魂だけは別物なんです。目に見えないけど僕はその子の魂だけはずっと僕のそばにあると信じてるので、それは例外です。はい。5年間過ごした部屋で起こってきたいろいろなこと、ひまわりちゃんの仕業なのかなと思うこともあったんですよ。はい。ただですね、それにしてはいかにもちょっとあれおかしいなっていうことがあったので、お話ししていきたいと思いますね。まずですね、とにかくね、何かきしむ音とか物音がすごかったんですよ。これね、一番最初からそれがありました。隣さんがですね、小さなお子様がいらっしゃるご家庭で、その足音なのかなと思うことにしたんですよ、最初はね。ただし、あまりにも天井がきしんだり、壁が揺れたりする音がするんですよ。あと何かパチっていう音とかミシっていう音。これ何の音なんだろうって思って聞いてたんですけど、なんかあまりにも頻度が多い。物件が古いから、きっと、きしんでるだけだろうと思ったんです、その建物自体がね。その次にですね、私、観葉植物、お家で育ててるんですよ。約10個ほどのね、観葉植物を育てていまして、その観葉植物に使うじょうろというものをちょっとゴミ箱の上に置いといたんですよ。もう絶対安定だね。落ちたんですよ、突然。夜中、コロリンコって。超能力かなんかで浮いたのかよ、これって思うぐらい、落ちたんですよ、じょうろが。でもその時に、俺ワンちゃん飼ってた人とかってわかると思うんですけど、その子の気配がしたんですよ。天国へ行っちゃったひまわりちゃんのなんか気配がして、あの子がいたずらしてるなって、ここにいるよって言ってんだろうなって思ったんですよ。で、他にもね、やっぱり一つそういう風に信じると、全てそういう風に信じたくなるものじゃないですか。これもじゃあひまわりの仕業かなと思うと、怖い気持ちが僕は嬉しかったんですよ。そこにいるんだねって。ね、こういう風にして2年が過ぎ去りました。3年目になりまして、ちょっとですね、不可解な出来事が起きました。鍵を閉めてる玄関が、外から誰かがガシャって開けようとしてるんですよ。今玄関で落としたよなって、ガシャッつったよなって、おやおやおやと、これはですね、お化け、もしくはお化けじゃない、生きている方だとして、どっちにしてもこれ怖いですね。はい。それ以降私はですね、玄関にね、チェーンを閉めるようになりました。それぐらいですね、こういう体験一回するとね、やっぱりね、怖いなと思う。不可解な出来事は止まらずですね、こ
今度はですね、お部屋の電気がですね、突然ついたり消えたりするんですよ。つけてる電気が突然パチンって消えるんです。あれって何かこれ電気の元々がおかしいのかなと思ってたんですけど、それがですね、やっぱり何度か重なるんですよね。部屋の電気だけがそうなってしまうと。で、ひまわりの気配がしなかったんですよ。あれ、何かが違う、何かがおかしいって、なんか人間のその五感で感じるものっていうんですかね。何か違和感が出始めたんです、その時から。ね、もしくはこれオール電化ならぬ、オート電化。突然そんな物件に変わってしまったのかと。オートマチックでなんか全てがついたり消えたりしてくれんのかと。あなた電気の使いすぎですよ、もう消してくださいねとか。ちょっと暗いからつけようじゃないのって、つけてくれてる優しさなのかと。ことは止まらずですね、その次に起きたことがですね、デスクトップパソコンとノートパソコンがありまして、デスクトップパソコンを机の上に置いて、私ノートパソコンをもう一つのテーブルの上で操作してたんですよ。部屋はその時は間接照明を使っておりまして、ちょっと薄暗い部屋で落ち着いてゆっくりパソコンで、写真編集してたんですよ。夜の11時になりまして、突然デスクトップの Mac がファーンってついたんですよ。今パソコンついたねと。何も電源、自動電源オンオフも設定もなしです。で、元から電源は切っておりました。突然ね、暗闇の中でね、音鳴りながらつくんですよ、パソコンが。これさすがにね、僕ね、このままこの画面から貞子出てきたらどうしようって思っちゃって。いや、本当に怖かった。続きましてですね、今度は玄関先で、玄関の照明をですね、人感センサーにしてるんですよ。これやっちゃいけないなと僕はもう思ったんですけど、やっぱり人感センサーだと、玄関開けた時にね、ファンって明かりがついてくれると暗くないから分かりやすいんですよ。ただどこかでは、なんとなく気づいていました。予感的中でございますね。はい。人感センサー突然発動して、電気つきました。もうここまで来るとね、目に見えないものってもしかしたらあるのかもしれないとね、信じざるを得なくなるんですよ。はい。まだまだ不可解な現象終わらずですね、先ほど話した通り10個ほど観葉植物お部屋にですね、育てておりました。ガジュマルくんもいまして、そのことはですね、約2年間季節を共に越してきました。一瞬にして枯れるんですよ、観葉植物が。いや、水のやり方とかもね、もうずっと勉強しながらやってるから、そもそもなんかもう断言はできないけど、99% 言えるのは、水のあり方間違えてないはずなんですよ。で、他の植物ちゃんと元気に育ってたんですよ。一つの観葉植物だけがですね、一晩にしてですね、朝起きたら全部葉っぱが茶色くなってて、あれって思って、なんだと思ったら目の前でさーって全部落ちたんですよ、観葉植物の葉っぱが。私の部屋が角部屋でして、お隣さんが2回引っ越しました。何かあるのかもしれない。隣がやけに入れ替わるぞと。私が5年間過ごしてきて、3度目に隣の部屋に越してきたのは私のバイク仲間の知人でございました。でですね、お隣さんが朝、仕事に出るときに私の部屋の玄関をパッと見てたらしいんですよ。何かがいそうだと。でですね、とある朝ですね、自分の玄関、お隣さん、知人のお隣さんですよ。自分の玄関を正面に見て鍵を閉めてるときに、視界のこの片隅に、もうこっち僕の玄関ですよ。黒い大きな影が玄関に入りたそうにしてるのが横に映ったらしいんですよ。ね。それは見ちゃいけないぞということで、もう見なかったらしいんですけれど、タイミングよく電車が通過しましたね。はい。私の部屋に入りたがってた黒い影というものが一体何だったのか分かりませんが、何かが入りたそうにしていたと。そしてですね、ちょっと時系列を戻すとですね、その数日前にですね、X のフォロワーさんからご連絡いただきまして、確かめてみようかと。
ね、私霊能者とかなんかそういうのね、見えるとか見えないとか信じないと言ったばっかりなんですが、見える方から連絡をいただきまして、ちょっと玄関の写真見せてくれないかと、写真を数枚送ったらですね、なんかこういろんなものが見えるらしく、はい、お札をいただきました。そしてそのお札をですね、鬼門と裏鬼門、そして玄関に貼ってくださいと。これがすごいんですよ。不在になってからその存在に気づくことってあるじゃないですか。確信したんですよ。この部屋からいなくなったなっていうのを五感で感じるんですよ。何か不思議なものを。あれ、今まで絶対やっぱりなんかいたよね。何かが玄関の向こう側と窓の向こう側にこっちを見てる気がするんですよ、ずっと。そして数日後ですよ。視界の隅に黒い影が入り出そうにしてると聞いたとき、私全身鳥肌ですよ。5年目にして、お隣さんにですね、知人が越してきて、発覚した事実がですね、窓の正面、部屋の正面ですね、お部屋があります、道路があります、桜の木があるんですけど、その桜の木がある施設っていうのが、なんと火葬場だったらしいです。私ですね、いつもこう行くか、こう行ってしまうので、こっちが行かないんですよ。隣人の知人がですね、あそこ火葬場なんだねと普通にしれっと言ってきて、嘘どこにあんのと思ったら目の前でした。火葬場があって、裏鬼門があって、玄関が鬼門なんですよ。裏から行くのか前から行くのか知らねえけど、私の部屋をですね、たくさんの人が通り過ぎていたようですね、よく考えると。さあ、退去だと。部屋を出る瞬間、後ろを振り向いて1枚パシャリと撮った写真です。何か見えますか皆さん。僕はですね、何もつってないなってちょっと安心したんですけれども、はい、見える方には見えるのかもしれません。私はですね、何も見えないんですよ。何も見えないんですけど、もうそもそも何も見えないことが怖いです。だっているんだもん、ここに。いいねと思ったらグッド評価よろしくお願いします。また見たいなと思ったらチャンネル登録までよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。